朗読、花、芥川龍之介作。全知内具の花といえば、池の尾でも知らないものはない。長さは5、6寸あって、上唇の上から顎の下まで下がっている。形は元も先も同じように太い。いわば細長い蝶爪のようなものが、ぶらりと顔の真ん中からぶら下がっているのである。50歳を超えた内具は、鮫の昔から内道場具部の職に上った今日まで、内心では始終この花を悔やんできた。もちろん表面では今でもさほど気にならないような顔をして済ましている。これは千年に当来の浄土を活合すべき僧侶の身で花の心配をするのが悪いと思ったからばかりではない。それよりむしろ自分で花を気にしているということを人に知られるのが嫌だったからである。内具は日常の談話の中に花という言葉が出てくるのを何よりも恐れていた。内具が花を持て余した理由は2つある。一つは実際的に花の長いのが不便だったからである。第一、飯を食うときにも一人では食えない。一人で食えば花の先が金まりの中の飯へ届いてしまう。そこで内具は弟子の一人を禅の向こうへ座らせて、飯を食う間中、広さ1寸、長さ2尺ばかりの板で花を持ち上げていてもらうことにした。しかし、こうして飯を食うということは、持ち上げている弟子にとっても、持ち上げられている内具にとっても、決して容易なことではない。一度、この弟子の代わりをした中道寺が、くしゃみをした拍子に、手が震えて鼻を粥の中へ落とした話は、当時京都まで喧伝された。けれどもこれは内具にとって決して花を悔やんだ主な理由ではない。内具は実にこの花によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのである。池の尾の町の者はこういう花をしている全知内具のために内具の俗でないことを幸せだと言った。あの花では誰も妻になる女があるまいと思ったからである。中にはまた、あの花だから出家したのだろうと批評するものさえあった。しかし内具は自分がそうであるために幾分でもこの花に煩わされることが少なくなったと思っていない。内具の自尊心は最大というような結果的な事実に左右されるためにはあまりにデリケートにできていたのである。そこで内具は積極的にも消極的にもこの自尊心の毀損を回復しようと試みた。第一に内具の考えたのはこの長い花を実際以上に短く見せる方法である。これは人のいない時に鏡へ向かっていろいろな角度から顔を映しながら熱心に工夫を凝らしてみた。どうかすると顔の位置を変えるだけでは安心ができなくなって頬杖をついたり顎の先へ指をあてがったりして根気よく鏡を覗いてみることもあった。しかし自分でも満足するほど鼻が短く見えたことはこれまでにただの一度もない。時によると苦心すればするほどかえって長く見えるような気さえした。内具はこういう時には鏡を箱へしまいながら今更のようにため息をついて不詳不詳にまた元の経机へ観音経を読みに帰るのである。それからまた内具は絶えず人の鼻を気にしていた。池の尾の寺は
装具講説などのしばしば行われる寺である。寺の中には僧坊が好きなく立て続いて、湯屋では寺の僧が日ごとに湯を沸かしている。したがってここへ出入りする相続の類も甚だ多い。内具はこういう人々の顔を根気よく物色した。一人でも自分のような花のある人間を見つけて安心がしたかったからである。だから内具の目には紺の水管も白のカタピラも入らない。まして麹色の帽子やシーニビの衣などは見慣れているだけにあれども亡きがごとくである。内具は人を見ずにただ花を見た。しかし鍵花はあっても内具のような花は一つも見当たらない。その見当たらないことが度重なるに従って内具の心は次第にまた不快になった。内具が人と話しながら思わずぶらりと下がっている花の先をつまんでみて、年がいもなく顔をあからめたのは、全くこの不快に動かされての所以である。最後に内具は内天下天の中に自分と同じような花のある人物を見出して、せめても幾分の心やりにしようとさえ思ったことがある。けれども木蓮やシャリホツの花が長かったとはどの教文にも書いていない。もちろん龍樹や目明も人並みの花を備えた菩薩である。内具は新丹の話のついでに食感の龍玄徳の耳が長かったということを聞いたときに、それが花だったらどのくらい自分は心細くなくなるだろうと思った。内具がこういう消極的な苦心をしながらも、一方ではまた積極的に花の短くなる方法を試みたことは、わざわざここに言うまでもない。内具はこの方面でもほとんどできるだけのことをした。カルスウリを煎じて飲んでみたこともある。ネズミの胃張りを鼻へなすってみたこともある。しかし何をどうしても鼻は依然として五六寸の長さをぶらりと唇の上にぶら下げているではないか。ところがある年の秋、内具の世を兼ねて京へ上がった弟子の僧が、しるべの医者から長い花を短くする方を教わってきた。その医者というのは、元新丹から渡ってきた男で、当時は長楽寺の愚僧になっていたのである。内具はいつものように花などは気にかけないという風をして、わざとその方もすぐにやってみようとは言わずにいた。そうして一方では気軽な口調で食事の度ごとに弟子の手数をかけるのが心苦しいというようなことを言った。内心ではもちろん弟子の僧が自分を説き伏せてこの方法を試みさされるのを待っていたのである。弟子の僧にもお内具のこの策略がわからないはずはない。しかしそれに対する反感よりは内具のそういう策略を取る心持ちの方がより強くこの弟子の僧の同情を動かしたのであろう。弟子の僧は内具の予期通り口を極めてこの法を試みることを勧め出した。そうして内具自身もまたその予期通り結局この熱心な勧告に長従することになった。その法というのはただ湯で花を茹でてその花を人に踏ませるという極めて簡単なものであった。湯は寺の湯屋で毎日沸かしている。そこで弟子の僧は指も入れられないような熱い湯をすぐにひさげに入れて湯屋から汲んできた。しかし
直にこのひさげへ鼻を入れるとなると、湯気に吹かれて顔をやけどする恐れがある。そこでお敷へ穴を開けて、それを、ひさげの蓋にして、その穴から鼻を湯の中へ入れることにした。鼻だけはこの熱い湯の中へ浸しても少しも熱くないのである。しばらくすると弟子の僧が言った。もううだった自分でござろう。内具は苦笑した。これだけ聞いていたのでは、誰も鼻の話とは気がつかないだろうと思ったからである。鼻は熱湯に蒸されて、飲みの食ったようにむずがゆい。弟子の僧は内具がお敷の穴から鼻を抜くと、そのまだ湯気の立っている鼻を両足に力を入れながら踏み始めた。内具は横になって鼻を床板の上へ伸ばしながら、弟子の僧の足が上下に動くのを目の前に見ているのである。弟子の僧は時々気の毒そうな顔をして、内具のハゲ頭を見下ろしながらこんなことを言った。伊藤はござらぬかな。医師はせめて踏めと申したで、じゃが伊藤はござらぬかな。内具は首を振って痛くないという意味を示そうとした。ところが鼻を踏まれているので思うように首が動かない。そこで上目を使って弟子の僧の足に赤切れの切れているのを眺めながら腹を立てたような声で、伊藤は泣いて、と答えた。実際鼻はむずがゆいところを踏まれるので、痛いよりもかえって気持ちのいいくらいだったのである。しばらく踏んでいると、やがて泡粒のようなものが鼻へでき始めた。いわば毛をむしった小鳥をそっくり丸焼きにしたような形である。弟子の僧はこれを見ると、足を止めて独り言のようにこう言った。これを毛抜きで抜けと申すことでござった。内具は不足らしく頬を膨らませて、黙って弟子の僧のするなりに任せておいた。もちろん弟子の僧の親切がわからないわけではない。それは分かっても自分の鼻をまるで物品のように取り扱うのが不愉快に思われたからである。内具は信用しない医者の手術を受ける患者のような顔をして、不詳不詳に弟子の僧が鼻の毛穴から鉗子で油を取るのを眺めていた。油は鳥の羽の茎のような形をして、4分ばかりの長さに抜けるのである。やがてこれが一通り済むと、弟子の僧はほっと一息ついたような顔をして、もう一度これを茹でればようござる、と言った。内具はやはり八の字を寄せたまま不服らしい顔をして、弟子の僧の言うなりになっていた。さて、二度目に茹でた鼻を出してみると、なるほど、いつになく短くなっている。これでは当たり前の鍵花と大した変わりはない。内具はその短くなった鼻を撫でながら、弟子の僧の出してくれる鏡を決まり悪そうにおずおず覗いてみた。鼻は、顎の下まで下がっていた鼻は、ほとんど嘘のように萎縮して、今はわずかに上唇の上で息地なく残然を保っている。ところどころまだらに赤くなっているのは、おそらく踏まれた時の後であろう。こうなればもう誰も笑うものはないに違いない。鏡の中にある内具の顔は鏡の外にある内具の顔を見て満足そうに目をしばたたいた。しかしその日はまだ一日、鼻がまた長くはなりはしないかという不安があった。そこで内具は図教する時にも
食事をするときにも、暇さえあれば手を出して、そっと鼻の先に触ってみた。が、鼻は行儀よく唇の上に収まっているだけで、格別それより下へぶら下がってくる景色もない。それから一晩寝て、あくる日早く目が覚めると、内具はまず、第一に自分の鼻を撫でてみた。鼻は依然として短い。内具はそこで、幾年にもなく、法華経書者の子を摘んだ時のようなのびのびした気分になった。ところが2、3日経つうちに、内具は意外な事実を発見した。それは折から用事があって池の尾の寺を訪ねた侍が、前よりも一層おかしそうな顔をして、話もろくろくせずに、じろじろ内具の鼻ばかり眺めていたことである。それのみならず、かつて内具の鼻を粥の中へ落としたことのある中道寺などは、講堂の外で内具と行き違った時に、はじめは下を向いておかしさをこらえていたが、とうとうこらえかねたと見えて、一度にふっと吹き出してしまった。要は言いつかった下法師たちが、面と向かっている間だけは慎んで聞いていても、内具が後ろさえ向けば、すぐにクスクス笑い出したのは、一度や二度のことではない。内具ははじめ、これを自分の顔代わりがしたせいだと解釈した。しかしどうもこの解釈だけでは十分に説明がつかないようである。もちろん、中道寺や下法師が笑う原因は、そこにあるのに違いない。けれども、同じ笑うにしても、鼻の長かった昔とは、笑うのにどことなく様子が違う。見慣れた長い鼻より、見慣れない短い鼻の方が滑稽に見えるといえば、それまでである。が、そこにはまだ何かあるらしい。前にはあのようにつけつけとは笑わなんだって。内具は図しかけた教文をやめて、はげ頭を傾けながら、時々こうつぶやくことがあった。愛すべき内具は、そういう時になると、必ずぼんやり、そばにかけた普賢の画像を眺めながら、鼻の長かった4、5日前のことを思い出して、今は無下に卑しくなり下がれる人の栄えたる昔を忍ぶがごとく、塞ぎ込んでしまうのである。内具には遺憾ながら、この問いに答えを与える命が欠けていた。人間の心には、互いに矛盾した二つの感情がある。もちろん誰でも他人の不幸に同情しないものはない。ところが、その人がその不幸をどうにかして切り抜けることができると、今度はこっちでなんとなく物足りないような心持ちがする。少し誇張して言えば、もう一度その人を同じ不幸に陥れてみたいような気にさえなる。そうしていつの間にか消極的ではあるが、ある敵意をその人に対して抱くようなことになる。内具が理由を知らないながらも、なんとなく不快に思ったのは、池能の相続の態度に、この傍観者の利己主義をそれとなく感づいたからに他ならない。そこで内具は日ごとに機嫌が悪くなった。二言目には、誰でも意地悪く叱りつける。しまいには、鼻の領地をした弟子の僧でさえ、内具は法剣道の罪を受けられるぞと陰口を聞くほどになった。ことに内具を怒らせたのは、例のいたずらな中道寺である。ある日けたたましく犬の吠える声がするので、内具が何気なく外へ出てみると、中道寺は2尺ばかりの木の手を振り回して、
毛の長い痩せた報い犬を追い回している。それもただ追い回しているのではない。鼻を打たれまい、それ鼻を打たれまい、と生やしながら追い回しているのである。ナイグは中道寺の手からその木の端をひったくって、したたかその顔を打った。木の端は以前の花もたげの木だったのである。ナイグはなまじに鼻の短くなったのがかえって恨めしくなった。するとある夜のことである。日が暮れてから急に風が出たと見えて、塔の風卓の鳴る音がうるさいほど枕に通ってきた。その上、寒さもめっきり加わったので、老年のナイグは寝つこうとしても寝つかれない。そこで、床の中でまじまじしていると、ふと鼻が、いつになくむずがゆいのに気がついた。手を当ててみると、少し水気が来たようにむくんでいる。どうやらそこだけ熱さえもあるらしい。無理に未熟をしたで病が起こったのかもしれぬ。ナイグは仏前に香毛を添えるようなうやうやしい手つきで鼻を押さえながらこうつぶやいた。翌朝、ナイグがいつものように早く目を覚ましてみると、寺の内のイチョウやトチが一晩のうちに葉を落としたので、庭は金を敷いたように明るい。塔の屋根には霜が降りているせいであろう。まだ薄い朝日にクリンがまばゆく光っている。全知ナイグは瞳を上げた円に立って深く息を吸い込んだ。ほとんど忘れようとしていたある感覚が再びナイグに帰ってきたのはこの時である。ナイグは慌てて鼻へ手をやった。手に触るものは夕べの短い鼻ではない。上唇の上から顎の下まで五六寸余りもぶら下がっている。昔の長い鼻である。ナイグは鼻が一夜のうちにまた元の通り長くなったのを知った。そうしてそれと同時に鼻が短くなった時と同じような晴れ晴れした心持ちがどこからともなく帰ってくるのを感じた。こうなればもう誰も笑う者はいないに違いない。ナイグは心の中でこう自分にささやいた。長い鼻を明け方の秋風にぶらつかせながら、